皆さんこんにちは。お元気でしたか？ Speak Japanese Naturally の海です。このポッドキャストでは日本語や日本文化についてお話しします。今回の動画では皆さんに40代、50代ぐらいの人が使うタメ口を聞いてもらいたいなと思います。タメ口というのはですとかますを使わない話し方です。普通は年が同じ友達や家族と話す時などに使うものです。だから誰とでも使うものではありません。お店とかでは使わないです。ただ、タメ口がどんなものか知っておくのはリアルな日本語のリスニングに役に立つかなと思って、夫とタメ口で会話をしたものを録音しました。で、私たちのタメ口っていうのは、落ち着いた話し方だと思います。スラングとかあまり使わないです。一般的な40代、50代ぐらいの人がどんな風に話すのか聞いてもらえたらと思います。で、話すスピードが結構速いので、もしわからないところがあっても、あまり気にしないでください。あと、はっきり発音していない場所もあります。だから、聞き取れないところが多くても、がっかりしないでくださいね。何を言ってるのか少しでもわかれば OK だと思ってください。字幕を見ながら聞いてもいいと思います。で、最初に今少しだけ、内容を説明します。まず、今回のテーマは時間です。日本は結構時間に厳しいです。約束の時間より前に、そこに来ていないといけません。で、それを5分前行動と言います。行動って何かをすることって意味ですけど、5分前行動っていうのは約束の時間の5分前に約束の場所にいることを言います。5分前行動です。これ、私たちが小さい頃、小学校とか中学校で何回も言われたことなんですけど、今、私の息子とかも同じように学校で5分前行動しないといけないって言われています。あと、自治会という言葉が出てきます。これはその地域に住んでいる人たちで作る団体です。ゴミを捨てる場所の掃除を順番でしたり、その地域でするイベント、の係をやったりします。で、何年かに1回順番で自治会の、いろんなことをする係になります。で、会議があったり、ちょっと面倒なんですけど、その係になった時の話をしています。で、自治会の一番トップの人は会長と言います。夫のことはこの会話ではオットーさんと呼ぶことにしました。ただのニックネームです。では、会話を聞いてください。じゃあ、オットーさん、よろしくお願いします。夫です。よろしくお願いします。はい。じゃあね、今日のテーマは時間。時間。そう、特に、日本人は時間に厳し厳しいね。い、めっちゃと思うよ。厳しいと思う。だよね。でさ、その経験があるんで、ちょっとまず私の経験から話すね。あれは何年前かな。とにかく、この地域の自治会ってあるじゃん。で、その自治会の会議が夜7時からだったのね。役員だったんだけどさ。で、私は7時からだから7時に行こうと思ったのね。で、うちから1分ぐらいのところでしょ。だからまあいいかと思って家にいた6時55分に会長さんから電話かかってきて、もう6時55分なんだけど、でもうみんな集まってるんだよって言われたのね。
で、私としてはよ、7時から開始なんだから7時にいればいいんじゃないのって思ったんだけど、そんなわざわざ電話もらっちゃったからすいませんでした、すぐ行きますって言ってこう走ってったのね。で着いたらさ、その20人ぐらい人がいて、でみんな静かに座って私を待ってたんだよね。でそれを見て私は大変恥ずかしくなって、こんなにみんなを待たせてしまった。でそれ以来私はもうその自治会の会議は10分前に着くようにしてる。なるほど。うん、そういうことがあってさ厳しいなって。いや、そうだね。うん5分前にうん来てないよねって電話あったのはうんあんまりないと思う。ないよね。7時になっても来なかったらうん電話がかかってくるはあるかなって思うけど、うん5分前にまだって電話がかかってくるのは、まあ、ないと思うけど、さっき言ってたので、うんすごい引っかかったのが、うん19時に、始まるんだから、19時についてればいいじゃない。うん19時に会議が始まるので、19時についていたら、会議が始まるのはそのちょっと後になるよねって思ったの。はいなので、19時に会議が始まるように、始められるようにいなきゃいけない。多分それが、その会長さんとかが言う5分前に電話かかってくるっていうその時間の感覚なんだと思うけど、やっぱ19時に始まるんだったら、ちょっと前に行くっていうのは、多分普通の人だったらそう考えると思うよ。まあそうだよね、ん私以外の人は全員いたわけだからね、私がちょっとその場ではずれてた。だって仕事でもそうだもん。仕事でも、やっぱり5分前には、うん絶対に待つようにしている。例えば会社が9時に始まるんだったらっていうこと。例えば9時に始まるんだったら、うん例えば自分の会社だったらパソコンをつけたりするじゃない、うんそうすると、まあ、荷物を下ろしてとか、うん服脱いでとか、うんコートとかかけてとか、そういうことやってると、時間なんて人と喋ったりしてて、おはようとか、うんそうすると、もう5分なんてあっという間に経っちゃうから、うんまあ5分ぐらい前に来てれば、それが終わって、パソコンもついて、さあ9時から仕事だっていううんスイッチが見事にオフからオンに変わる。はい。じゃあそういう意味だとやっぱり9時にこうキーンコーンとか、まあ、鳴るとしてね、走ってきて9時に鐘が鳴ってるうちに席につけたとかじゃダメっていう。それはもう小学生だよね。小学生のレベル。だから小学校に習ったでしょ。なんだっけあれ。5分前行動ですそうだね。そう習ったよねやっぱり。5分前行動習った。なんかそういう何時にどこに集まってくださいっていう時は絶対にそれより5分前にいなきゃいけないっていう風に教わったよね。あれよ、遠足で一回失敗したことがあって、何？あの、まあ、1学年丸ごと何人ぐらいいたかな当時は。300人、200人から300人ぐらい一緒に動く、行動するんだ、遠足って。で、各クラスで自由行動して、例えば15時にバスに乗る、その前に遠足の指名の言葉ってことで、先生から終わりの挨拶みたいな。なので、15時に始まるので、5分前にはいるようにみたいなのが、まあ、よくあるやつでしょ。で、その時に自分と多分あと3、4人ぐらい、5人ぐらいかな。みんなが行かないところに冒険で行っちゃって、何時になってるかも分かんなくて、時計もなかったのか。時計もなくて、当然小学生時計はめちゃいけないし。そうだよね。で、なんかざわざわしてるのがなんか聞こえて、パッと出たらみんながもう座って、その2、300人が座っていて、先生たちがいたかとか、なんかそんなような、いないな、探されてた。で、ひょこって出てきて、めちゃめちゃ怒られたというか、もう叩かれて、当時はもうね、頭叩くとかあったからさ、普通に。それでみんなの200人、300人の前で5人が並んで立たされて、1人ずつ、何をしていてごめんなさいみたいな感じで、懺悔じゃないけど、言わされて、謝ったっていう、その時に、思ったのが、自分のために、みんながこんなに動いていたし、しかも待っていたし、帰れる時間に帰れなかった。
相手の時間を奪っちゃったっていう感覚がやっぱりあって、もうその思いをしたくないってしたくない自分が。ので、特に自分は人との待ち合わせとかめちゃくちゃ気をつけるようにしてる。で、相手の時間を奪っちゃうっていうのが、特に集団行動っていう中で、日本の学校って集団行動が多いから、多いね。それでめちゃめちゃ時間に対してはみんな厳しい。日本はね、そう、人の時間を奪っちゃいけないっていう感じが確かにね、あるよね。じゃあさ、オットーさんが取引先の会社に行くとき、仕事で、例えば何分前に着くようにするの？それも5分前ぐらい？まず、5分前には、すべての受付とかすべて済まして、すぐにお客さんが来た時に、動けるようにしておきたいというか。なので、実際には15分前ぐらいには、そのお客さんの会社に着いてる。で、受付して、お客さんが働いてるフロアにエレベーターで移動したりとか、そういう時間もあるんで、まあ15分あればいけると思って、5分前には普通にいると思うんで、15分前にはお客さんのとこ行って、やっぱ5分前には5分間は待つみたいな、それがベストな状態。なるほど。落ち着いて静かに待つってことね。じゃあさ、あれは今最近ズームとかのオンラインミーティングが多いじゃない。そういう時は？そういうのはね、逆なんだよね。まあ逆というか、逆ではないんだけど、5分はちょっと長すぎる。5分前につなぎに行ったことはあるよ。そしたら、会議のホストの人は1人いるだけで、こうなんていうか挨拶した方がいいんだろうか、どうなんだろうかっていう、こうなんか謎の時間があるので、2人っきりの。もうそれは会議の準備はもうできてるんで、それを、できてるからすぐに、つなぎに行く、ズームに参加するのは、また別の話で、参加するのはもう1分前でいいかなって思っています。なので、準備はした状態で、参加するってボタンを押すのは1分前みたいな。私もそうだな。オンラインで誰かとやり取りするときはもうその時間ぴったり、私の場合はね、ぴったり。そう、1分前だと悪いかなとか思って、でも絶対遅れないようにして、ぴったり入るね。意外にね、ズームとかだと、アップデートが走りますとかってあって、そう、たまにあったりする。それだとあるから、立ち上げるのは立ち上げる、早めに立ち上げる、5分前とかに。もちろんです。で、つなげる状態にしておいてね。そう、それは私も痛い思いってほどでもないけど。だからいるんだよね。例えば本当に13時からの会議で、13時ぐらいに「すいません、起動したら今アップデート走りまして」って言い訳をするんだけど、それは言い訳になってないよねって、準備してないよねっていう話。厳しいね。じゃあ友達と会う場合は？友達と会う場合もやっぱり5分前には、その待ち合わせの場所にいる。5分前に入れないという時点で、分かった時点で友達に、ちょっと遅れるかもしれんっていう。間に合ったとしても。5分前にいられない可能性があったら遅れるかもしれないっていうってこと？私はさ、例えばその約束の時間に1分でも遅れるんだったら連絡はするんだけど。いつ連絡するの？これ間に合わないかもと思った時点で。1分遅れたら連絡するじゃなくて。じゃないね、時間過ぎてから連絡したんじゃダメだよね。それはもう最悪。それはそうね。だからそれより前にするけど、私友達ともやっぱりなんか時間ぴったりにお店だったらお店に行くんだよね。人それかもしれないけど、なんで？いや、なんとなくあんまり早く行ったら悪いかなって。何が悪いの？逆でしょ。遅くなったら悪いでしょって思うけど。そっか。その辺がね、おかしいね。同じ教育受けたはずなのにね。5分前行動のね。でも私は、でも遅れないよ。絶対にね。遅れるとさ、あれだよね。評価が下がるじゃん。信頼がなくなる。そうそう。時間通り行くのは当たり前のことじゃない。だからたとえ1分でも遅れると、しかも1回でも、特に仕事だと遅れると、あの人信用できるのかなぐらいな
感じにもうそれはそうなっちゃうよね。思っちゃう。うん、そこはね本当他の国と結構違うのかな、国によるとは思うけど、うん、最近その外国の人を雇った場合にその考え方の違いとかで起こることってやつのやっぱり一番最初の項目がその時間だったのね。で日本の会社はやっぱり時間通りに来てほしい。で時間通りっていうのがまあ多分5分前とか、今言ったようにその9時に始まるなら9時より前に来て9時には準備ができてる状態っていうのが時間通り。でもそれを外国の人に言っても伝わらなくて、例えばちゃんと時間通りに来てくださいって日本の会社側は伝えてるつもりでも、そのちゃんとっていうのが月に4回遅刻してもそれはちゃんと来てる範囲だったりとか、なんか結構ずれるらしいのね。で面白いなと思ってそうで今の話だけど、その始まる時間には厳しいけど終わる時間にはルーズっていうのもよく言われるよね。終わりはもうね、うん、ない目立つからね、17時ぴったりに帰ると。そうなんだよね、誰も帰ってないからさ。なんで、はい、今の話だと、9時に来てくださいねっていうのは、9時に来ればいいわけじゃなくて、9時にスタート、仕事を始められるようにしてくださいねって言うべきだと思うんだよね。やっぱ文化が違うと、その前提っていうかさ、当たり前だと思ってることが違うからね。じゃあ今日の結論としては、まあ何時に集合っていうのがあったらその5分前にいれば安全っていう話だよね。日本でははい、それは年代関係ないかな。関係ないです。関係ないですね。はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。